皆さん、こんにちは。日本語講師のとしきです。今日は最近よく見る BTS さんのダンスについて話しながら日本語の勉強をしていきます。今日の大切な表現は3つです。何々したことがあります。何々してみます。何々によってです。今回の動画の中ではこれらの表現を繰り返し使います。どういう意味なのか、どんな場面で使われるのか考えながら聞いてください。最後に確認問題と解説もあります。それではスタジオに行ってみましょう。今日は東京のダンススタジオに来ています。まずはストレッチをします。ダンスの前に体を温めます。首、肩、腕、足をゆっくり伸ばします。怪我をしないためにストレッチは大切ですね。最近 YouTube や TikTok で BTS さんのダンスを踊ってみた動画をよく見かけます。皆さんも一度は見たことがありますか？ BTS さんは韓国のとても有名な7人組グループです。歌もダンスも世界中で人気があります。日本でも BTS さんの曲を知っている人は多いと思います。BTS さんはしばらくグループ活動が少ない時期がありました。韓国では多くの男性が一定の期間軍隊に行きます。BTS さんのメンバーにもその期間がありました。2025年に全員がその期間を終えて、またグループで活動することがニュースになりました。音楽ニュースで BTS さんの名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。今回は一人のダンス経験者として見ても学ぶところが多いです。動きが揃っていて、音の取り方も綺麗です。速い動きと止まる動きの差もはっきりしています。そこが見ていてかっこいいところだと思います。今日は BTS さんの 2.0 という曲のダンスに挑戦してみます。2.0 というタイトルは新しいスタートのような感じがしますね。曲はクールで力強い雰囲気です。ビートもはっきりしています。だからダンスととても合う曲だと思います。曲によってダンスの雰囲気は大きく変わります。この曲は強いポーズと速い動きがポイントになりそうです。今回はサビの一部を練習します。振りは事前に覚えてきました。このダンスは動画で何度か見たことがあります。今日は実際に体を動かして細かいところを確認します。まずゆっくり動いてみます。一つ目のポイントはポーズの形です。特に K-POP は動きを止めるダンスが多い印象があります。なので一つ一つのポーズがかっこいいかどうかが大切です。鏡を見ながら体の角度を確認します。腕の位置も確認します。顔の向きによって雰囲気も変わります。同じ振りでも踊る人によって見え方が違います。そこもダンスの面白いところです。二つ目のポイントは素早くそして滑らかに動くことです。力を入れすぎると動きが硬くなります。でも力がないと早く動くことができません。
ここが難しいところだと思います。必要なところには力を入れます。力を抜くところでは力を抜きます。このバランスによってダンスの見え方が変わります。踊りにくい部分は繰り返し練習します。僕も小学生の頃からダンスをしています。日本のアーティストのバックダンサーをしたこともあります。大学院生の頃はアルバイトでダンスインストラクターをしていました。人にダンスを教えたこともあります。ダンスでも日本語でも繰り返しは大切ですね。何度も聞いて何度も使うと少しずつ自然になります。さて、動きの確認ができました。次は曲に合わせて練習します。音に動きを合わせることがポイントです。速い音では素早く動きます。止まる音では体をピタッと止めます。このメリハリがあるとダンスがもっとかっこよく見えます。では曲に合わせて踊ってみます。いいですね。次はポーズの形をもっと意識してみます。その次は素早さと滑らかさを意識します。実際に踊ってみると映像で見た時とは違う発見があります。では最後にもう一回踊ってみます。1時間でここまで形になりました。ポーズの形も音の取り方もだいぶまとまってきたと思います。いかがですか？それでは確認問題に挑戦しましょう。第1問です。名前を聞いたことがありますはどんな意味ですか？正解は A です。何々したことがありますは過去の経験を表す表現です。動詞の多形にことがありますをつけます。自分の経験を話すときによく使います。第2問です。曲に合わせて踊ってに入る言葉はどれですか？正解は A です。何々してみますは試しに何かをするときに使います。動詞の手形に見ますをつけます。初めてすることやもう一度試すときによく使います。第3問です。曲によってダンスの雰囲気は大きく変わりますはどんな意味ですか？正解は A です。何々によっては人や場所や場合で変わることを表す表現です。名詞によってをつけます。違いや変化を話すときに便利です。今日のコメント練習です。コメント欄で何々したことがありますを使って皆さんの経験を書いてみてください。皆さんのコメントを楽しみにしています。今日は BTS さんのダンスを練習しながら日本語を勉強しました。何々したことがあります。何々してみます。何々によってをぜひ覚えてください。この動画が良かったら
チャンネル登録をお願いします。コメントとグッドボタンもとても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。